世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストに掲げます。今回は新生千葉のゲーム概要や開発方針がある程度資料にまとまりましたので、そちらを皆さんに共有していきたいと思います。この資料はですね、Google ドキュメントを用いて作成しておりまして、実際に皆さんも閲覧できる状態にしてありますので、もしよければ合わせてご覧ください。前回のライブ配信でね、こちらの資料の内容を一部共有させてもらってたんですが、あそこからさらにですね、いらない要素を徹底的に削ぎ落として、よりシンプルなものにまとまっております。それでは見ていってみましょう。新生千葉ゲーム概要。まず注意点として以下すべての内容は変更される可能性がありますよと。こちらだけご理解ください。戦闘、成長、探索、ストーリーを兼ね備えたゲームとして遊べる一つの作品を目指しましょうと。優先度に関してもこの順番の通りですね。今作では特に前半2つ、戦闘と成長要素を重視して作っていきます。開発規模に関しては旧千葉と同様、私ハイタカとプログラマーの三柳さんの2名の体制で制作を進めていきます。なので基本的にアセットを使用してゲーム制作していくというところも変わりませんね。今回重視していく戦闘と成長要素に関してはかなりね、そういう限定的な制作条件の中でも面白さを提示できる部分だと考えております。スキルを獲得して戦闘を進化させていく中でプレイヤーのレベルも上がっていくゲーム体験。このプレイヤーのレベルが上がっていくっていうところが最も重視したいところですね。そしてゲームジャンルとしてはアクションアドベンチャーに当たるだろうということで、基本的にこのチャンネルではね、冒頭の挨拶で世界一面白いアクション RPG という謳い文句を使っているんですが、今回作っていくものに関しては武器や防具なんかも決まったものだけを使える形、レベルアップによるキャラクターのステータスの振り分けとか豊富なキャラビルドシステムみたいなものはカットすることになるので、やはりゲームジャンルとして分別するならアクションアドベンチャーが近いのかなと思っております。それに合わせてですね、今回から冒頭の挨拶の方を世界一面白いアクション RPG を作る、これを人生のメインクエストに掲げますというものに変更させてもらったんですが、これはもうこの言葉の通りですね。自分の人生の中でいつか GOTY を取るアクション RPG を作るということが目標であるのは変わりません。以前までのね、古い方の挨拶でも世界一面白いアクション RPG、これを目標にゲームを作りますということで、言ってることはほぼ変わってないんですけど、ちょっと誤解を招きやすい挨拶だったのかななんて思ってます。旧千葉のゲーム概要にも、俺の寿命が尽きるのが先か GOTY を取るのが先かみたいなね、ことを書いてたと思うんですけど、メディアなんかでね、旧千葉を取り上げていただいた時も、あの体験版そのものが世界一面白いものである、そう思ってリリースしていますよみたいな感じの表記も見受けられたりしたので、変にね、余計なリスクを背負っちゃってたのかなと思います。ですがやはり世界一面白いアクション RPG をいつか作りたいという目標自体にはね、嘘はつきたくないので、やはりこれからも冒頭の挨拶で世界一面白いアクション RPG というワードは継続して使用していきます。これからもね、その世界一面白いっていうワードがあまりにも強力なワードなので、メディアや SNS で拡散される時に誤解を招くことは多々あると思うんですが、もうそれはね、この言葉を使うもののリスクとしてしっかりと受け止めていきたいと思います。それ以上にね、この千葉やハイタカという存在を世間に知ってもらえたことの方がめちゃくちゃ嬉しいことなので、本当に拡散してくださった皆様方には感謝しております。ありがとうございます。それでは戦闘に関してですね、全て触れていくと時間がかなりかかってしまうので、動画では方針だけ触れたいと思います。旧千葉にてハイタカが演武見せプレイをした時の戦闘イメージをさらに向上させたものを目指します。成長要素と掛け合わせることでライトユーザーを離脱させず、プレイを通してレベルアップさせていく。ここはめちゃくちゃ重要ですね。入り口はとてもシンプルなものにして、最終的な深みのある戦闘とのギャップをこの成長要素でうまく埋めていきたいですね。戦闘のベースとしては方向属性を絡めた攻撃、ガード、回避のやり取り、強力なアクションであるアーツ、それを使うことによって MP が消耗していき、結果として発生してしまうペナルティ、恥罰、そしてその恥罰を防ぐアクション、ちぎり、これによってリスク管理をしていくと。こういったところは旧千葉から継承していきます。様々なアクションそれぞれに意味を持たせ、選択の結果をより分かりやすくプレイヤーに伝える。これも重要な要素ですね。アクションが成功したのか失敗したのかというところをゲーム画面でしっかりと伝える。特に成功した場合の演出なんかはね、めちゃくちゃ豪華に作っていくべきだと思っています。逆に失敗した時のペナルティなんかは弱めていく方針で考えています。PVP 要素もね、完全に切り捨てていくつもりですので、こういったところはかなりプレイヤー有利で進めていっていいのかなと思っています。
ミッションの車を運転するような気持ちよさ、プレイヤーとキャラクターのリンク感を高める作りを目指します。演武から戦いへと昇華させていくことも必須事項ですね。バランス調整の質を高めていくほか、PVP を意識しすぎた旧知罰を顧みて、敵をプレイヤーと異なる仕組みで制御することによって、システム側から戦闘の流れをある程度コントロールします。以上が戦闘の方針ですね。それぞれ個別の要素に関しては各自で目を通していただくか、今後ね、どんどん制作進めていきますので、その際にまた動画で紹介していきます。では、あともう一つ成長要素に関しても触れておきたいと思います。冒険を通して主人公は成長していき、プレイヤーもまた成長していく。このプレイヤーの成長というところに強くフォーカスしていきたいですね。スキルシステムをベースにして新しいアクションを覚えたり、アクションのレベルが上がっていきます。敵との戦闘バランスも重要ですね。新しいアクションの取得時期と、それらを有効に活用できる敵の配置。一部の重要なスキルなんかは、マップ上に直接配置している書物から読み解くことによって獲得できるという風にするのもありだと思っています。スキルポイントの付与はチェックポイント到達した時とかボスを撃破した時などのタイミングに限定してゲームバランスをある程度簡単に取れるようにシンプルに作っていきます。続いてスキルメニュー、スキルを獲得したり確認できるメニューですね。力、精神、知識の3つのタブで構成されています。それぞれ近接格闘、アーツ、アイテム活用に対応していますね。基本的には新たなアクションを覚えていくというものがメインにはなるんですが、それだけだとどうしてもね、プレイヤースキルに依存しすぎるゲームになってしまうので、取得したスキルの数に応じてですね、対応した基礎ステータスも上がっていくようにしようと考えております。力スキルの総数が攻撃力に、精神スキルの数がアーツ威力に、知識スキルの数が体力とスタミナの上限に、それぞれ基礎ステータス上昇として関与してきます。また知識スキルの一部でですね、回復薬の個数を増加させるものを用意したりとかですね、こういったプレイヤースキルに依存しない数値的に強くなれる部分というのもある程度残して、ライトユーザーのバックアップというところもしっかりとやっていきたいですね。というわけで、新生千罰のゲーム概要についてですね、共有させていただきました。冒頭でも述べた通り、この資料をね、皆さんも見れるように公開してある状態です。概要欄とか、あとコメントにもね、リンク貼っておくので、興味のある方はそちらから飛んで、実際に確認してみてください。何か意見や提案等ある方はいつも通りね、コメント欄にてよろしくお願いします。いつも助かってます。ありがとうございます。というわけで、今回はこの辺で失礼します。お疲れ様です。